皆さん、こんにちは。2D メカアーティストの牧田源也です。それでは、チャプター9、重要なデザイン要素、ポージングに入ります。そもそも、ポージングというのは、メカデザインの範疇と言えるのでしょうか。例えば、三面図を制作したり、3DCG モデリングを使ったりして、厳密な設計を行う場面では、ポージングというのはデザインの範疇とは言い難いと思います。デザインの範疇と言い難いというより、ポージングをつけて行うというより、設計をする場合には、あくまでそのメカの形そのものに焦点を当てて制作するので、そういった場合には、ポージングはあまり関係ないかなと思います。ですので、あくまで1枚のメカ絵の場合にデザイン要素として重要になってくるかなと考えています。そしてこの1枚のメカ絵というのは 3DCG モデルで制作される場合も多々あります。そういった場合ももちろんポージングは重要ですね。そしてポージングが重要である理由とそのポージングの効果について解説していきます。まず、個性の幅を増やせるということがあると思います。この個性というのは、アーティスト自身の個性、つまり自分自身が他のアーティストとどのように差別化できるか、それを増やせると思います。そして、絵自体ですね。メカの性格や特性、そういったメカの個性の幅を増やすことにもつながると思います。そして次に、そのメカの機能性を強調する、そういった働きもあると思います。ポージングの付け方次第で、そのメカの機能や得意なことを鑑賞者により正確に伝達することにつながります。そして、絵としての魅力を向上させることができると思います。絵画的な工夫を取り入れて様々な演出を行うことで、メカの迫力や実在感が強化されたり、そして画面内のどの部分が主役なのか、どのパーツやどの装備がそのメカの主たるモチーフ、ディテールになってくるのか、それを引き立てることにもつながります。さて、このメカの機能性を強調するということと、絵としての魅力を向上させるということをより詳しく解説していきます。例えば、機能性を強調するポーズというのを紹介します。こちらは、廃品回収ロボとして僕が書いたものなんですが、見てわかるように、このメカにとっての右腕を使って、首のないロボットを自分の荷台のところに乗っけているという描写ですね。さて、このロボットを単純化すると、こういった感じになると思います。わかりやすく適当に目をつけてあるのはあまり気にしないで大丈夫です。このメカの要素を単純化するとこうなります。そして、例えばこういったポーズも考えられたと思います。すごく基本的なポージングになっているかなとは思います。このポーズもととてもわかりやすいので、ありっちゃありなんですが、まず第一に、左のこの、完成品のポーズを見てほしいんですが、先ほど言ったように、右手を使って荷台に廃品を乗せているという描写が、より見えやすいのは左の方ですよね。そもそもこの廃品を
荷台に乗っけるという動作自体を、この右の方は行っていないので、そういった要素も欠けているということになります。そして、このメカは頭のところが三角形なんですが、この右のほぼ真横から見たポーズというのは、この三角形の頭の部分の形状が分かりづらいといった印象を受けると思います。そして、このメカの左手ですね。メカにとっての左手を、この右側のポーズは下ろしているんですが、下ろしていて体の横に向けているんですが、これだと手が手前に迫ってくるという印象がないので、あまり立体的な迫力というのが欠ける印象です。さて、次の例を挙げてみます。ちょっと煽り気味のポーズですね。とても迫力があって、いいポーズだなとは思います。ここで一つ注意というか、断っておきたいんですが、これは、この煽りというのは、ポーズというより構図だろうというふうにも言えると思うんですが、個人的には構図というのは、ポーズとほぼ同義だなと考えています。構図というのは、結局のところ、このメカがカメラの前でどこを向けてポーズしているかということと同じだと思うんですね。つまり、この一枚の絵というのが、メカの撮影会というふうな想定をして、そしてこのカメラに向かってメカがどういったポーズで写真撮影を行っているか。カメラとメカの位置関係を考えると、構図というのもポージングの一つだと言えると思います。さて、少し話が逸れてしまったんですが、この煽り気味のポーズというのは、確かに迫力自体はあると思うんですが、このメカの機能である廃品を回収し、荷台に乗せるという動作が、ちょっとニュアンスが変わって見えてしまう、そういったポーズになっていると思います。どういうことかというと、この煽り気味のポーズは、この荷台の方に乗っけている廃品というのを、このメカの後方に向かってぶん投げているというようにも見えてしまうと思います。この左側の完成品の方のポーズであれば、すんなりと廃品自体をメカの上部に位置させることができるので、荷台に廃品を乗せるといった描写がよりすんなりと鑑賞者に伝わると思います。そして、この動作を人間がやったらどうなるかというのを少しスケッチしてみたんですが、人間がこのように背中にゴミ箱のようなものを背負ってゴミ拾いを行う際にも、このメカと同じように少し身をかがめて地面にあるものを拾って背中の容器に入れるといった動作になると思います。これは国によってやり方も違うかもしれませんが、こういった動作っていうのは日本だと結構日常的に見ることもあるかなと思うんですが、こういった日常的に目にしている動作というのをメカに組み込むと、よりそのメカの機能やできることというのが鑑賞者に伝わるということになると思います。ところでこの簡単にスケッチした人間は左手に持ってるハサミを使わずにわざわざ右手で素手でゴミを拾っちゃってるんですが、これはちょっとミスですね。ハサミでいけよって感じですね。さて、機能性を強調するポーズの2つ目を紹介します。このメカは空を飛べる機能を有しています。
その空を飛べるということを、このポーズの中でどういうふうに表現しているかというと、足ですね。足のポーズの付け方に、秘密があります。秘密というほど大げさなものではないんですが、例えばこのメカが右のようなポーズだった場合、飛んでる印象はあるっちゃあるんですが、見方によれば地面の上に立っているようにも見えてしまうと思います。ここで行っているのはどういった演出かというと、この左の完成品の足を正面に向けているポーズというのは、つまり、この足は地面にはどこにも触れていないよということを強調しているわけです。地面にもし足がついていたら、足の裏がこんなに見えるはずはありませんよね。そして、それと同様に、後ろに位置している、このメカの左足もつま先を下に向けています。地面に立っているのであれば、本来、向けることができないような部分まで足を向けている。こういったポーズをすることで、下に何も空間がないことを表しています。なので、空中を飛行しているというポーズを絵で描く際には、足の向きというのには気を配るのがいいかなと考えています。そして次に、絵としての魅力を向上させるポーズの例をご紹介します。こちらのメカは、見ての通り、背中をカメラ側に向けている、そういったポーズのメカになります。仮にこれを正面から捉えた場合、こういったメカになると思うんですが、このメカの最大の魅力は何だと考えていたかというと、この人間の着るポンチョのようなデザインをしていて、それが主に背中側に見えているディテールになります。そしてこの銃を、ピストルのようなものを持っていて、ある種人間のガンマンのような、そういったクールな印象を描きたいと思って描いた絵です。さて、この正面から捉えたスケッチも、ガンマンのような雰囲気は出ているはいるんですが、少しクールさに欠けるかなと思います。背中側で見せるポーズというのは、個人的にはクールさであったりとか、あとはすごくシリアスな印象を与えるポーズだと考えています。そして何より今回の場合は、ポンチョのようなディテールを見せたいという意図もあったので、背中から捉えた絵にしました。そしてこのポンチョのような部分の先っちょはすごく三角形で鋭利に伸びているんですが、この印象というのも、このメカにとってすごく特徴的なディテールになっていると感じていたので、それを右のように画面後ろに伸ばすのではなくて、画面手前に来るような、こういったポーズにしました。